不動産屋さんの怪談、語り手ゆりです。今回のお話は SNS の X のスペースで体験者さんから直接伺ったお話で、あまりに恐ろしかったのでチャンネルで配信させてもらうことにしました。さて、その体験者さんを仮に山田さんとお呼びします。今から少し前、山田さんはタイのリゾート地として世界的に有名なプーケット島に友達と2人で旅行に行きました。旅行会社を通して飛行機もホテルも予約していたので、スムーズに全てがいくと2人は安心していました。でも今から思えば、タイに到着した直後から何かがおかしかったのかもしれません。まずそのタイに到着した飛行機がかなり遅れたそうです。ガイドさんにすぐタクシーに乗ってくださいと言われ、2人はそのままタクシーに乗り込み、ホテルに向かいました。ところがそのタクシーも渋滞に巻き込まれたのか、道を間違えたのか、やっとホテルに到着した時は深夜をかなり過ぎていました。急いでフロントに行きチェックインしようとしたところ、そんな時刻に到着したので、ホテル側も山田さんたちの予約をすでにキャンセル扱いにしてしまったそうで、部屋を他のお客さんに当ててしまったようでした。山田さんたちも空港に遅れて到着したことを連絡しなかったのも悪かったのですが、ガイドさんも何も言わなかったので大丈夫だと思ってしまったそうです。その旨をすべて日本語のわかる受付の人に話すと、プーケットで人気のある有名ホテルでしたので、なんとか山田さんたちの部屋を用意してくれました。2人はほっと胸をなで下ろし、1階の一番端にあるツインの部屋に案内してもらいました。それは昼間は海が一望できる部屋で、暑い東南アジアのホテルなので床がすべてタイル張りだったのが印象的でした。そしてその夜は2人ともシャワーを浴びてすぐに寝たそうです。さて、そんなわけで初日はガタガタしましたが何事もなく、次の日は早速ビーチで山田さんたちは一日過ごしました。そしてそのホテル2日目の夜でした。食事を終えシャワーを浴び、2人はおのおののベッドに入りました。そしてツインのベッドルームですから、ベッドの脇にそれぞれベッドサイドのライトがついていますが、そのライトの明るさを一番弱い豆電球程度まで下げて部屋を薄暗くして、山田さんたちは眠りについたということでした。そして夜の静かな波の音がかすかに聞こえていました。どれくらい寝ていたのか、突然山田さんはストンと金縛りになりました。すると同時に隣のベッドで寝ている友人がうーというめき声を上げました。山田さんはあいつも金縛りになってるんだと分かったそうです。すると2人とも体が動かなくなった途端、2人のベッドサイドのライトが2つ同時にパーンと割れました。そのライトが割れた瞬間、2人の金縛りも一緒に解けたそうです。山田さんも友人も驚いて起き上がり、他の照明をつけ、すぐにフロントに連絡しようとしました。ところが電話が普通でつながりません。山田さんたちは焦ったそうですが、すぐに2人はフロントまで駆けつけたそうです。でもそんな深夜の時間帯ですから、日本語のできる係の人が不在で、仕方なくフロント係の手を引っ張って部屋まで来てもらったということでした。そして割れたライトを見せると、係の人はただ不思議そうに見ただけで、すぐに新しい電球に取り替えて、割れたガラスの破片もきれいに片付け、電話もつながっていることを確認してくれたそうです。山田さんたちはやれやれという感じで、一抹の不安はありましたが、
結局その後は何事もなく、二人ともよく寝れたということでした。そして3日目の朝を迎え、山田さんたち2人はその日も海に遊びに行き、買い物をして食事をした後、またホテルに戻りました。その夜はさすがに前の晩の寝不足もあり、2人はベッドに入るとすぐ寝てしまったそうです。そして深夜もだいぶ過ぎ、辺りが静まり返った頃でした。突然また友人の方がうーと苦しそうにうめき出したので、山田さんも目が覚め、あ、また金縛りか、やばいと身構えました。すると案の定、突然ストンと体が動かなくなりました。二人は身動きができない状態で、次に何が起きるのかと恐怖だったそうです。すると静まり返った中、部屋のタイルの床の上を誰かが水浸しの足でピチャンピチャンピチャンと歩く足音が聞こえてきました。それはお風呂から濡れたままで上がってタイルの上を歩いた時のようなびしょ濡れの足音でした。そしてそのピチャンピチャンという足音は2人のベッドの周りをぐるぐると回り始めたそうです。それは2つのベッドを大きく回っているのではなく、それぞれのベッドの周りを歩いている足音でした。体が動かせずどんどん迫り来る足音に、うわあ、来た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 と2人の恐怖が頂点になった時、突然ふわっと金縛りが解けて体が自由になり、2人同時にガバッと体を起こしたそうです。するとその足音はすでになく、当然ですが部屋には2人以外誰もいませんでした。今のは何だとお互いすぐに足音がしたベッドの周りを見ると、山田さんたちは驚愕しました。2人のベッドの周りがびしょびしょに濡れていたのです。あまりの恐怖に山田さんたちはすぐにフロントに駆け寄り、必死に何が起きたか説明しようとしたのですが、日本語が通じない係の人は理解できませんでした。仕方なく部屋に戻った山田さんたちは、もう嫌だと思い、こんな恐ろしいホテルにこれ以上泊まり続けるのは無理だと思いました。そして明日にも旅行会社に連絡して何とかしてもらおうと思いました。さて次の朝、山田さんと友人はふと気になり、ホテルの建物から出て、彼らが泊まった一番端の部屋の反対側にあたる外には何があるか調べてみました。するとその部屋がある外側は墓地が続いていたそうです。タイではお寺での火葬が一般的で、お墓を作らないことが多いそうですが、そこはほとんどが土葬の墓地だったので、山田さんたちはぞっとしました。すぐに予約した旅行会社にホテルであったことを全部話し、その弁償と別のホテルに変えてもらうことを要求したそうです。結局別のホテルを手配してもらえたので、山田さんたちは長いは無用と荷物をまとめてホテルの部屋からさっさと出ようとしました。すると友人はすんなり部屋から体が出られたのですが、なぜか山田さんは突然体が動かなくなり、部屋から出ることができません。なんでだと焦っていると、いきなり上から何かが山田さんの肩をぎゅーっと押さえつけてきたそうです。抵抗もできずに山田さんはそのままぺしゃんとしゃがみ込んでしまい、友人は驚いて、お前どうしたんだよ、どうしたんだよと困惑していました。山田さんが声を出そうとしても、
というようなヘリウムガスを吸ったような甲高い声しか出ず、話すこともできません。すると友人がパンと目の前で手を叩くと、その瞬間呪縛が解けたかのように山田さんの体は動くようになったということでした。山田さんはすぐに売店から飲み物や食べ物を買ってきてもらい、友人と一緒にホテルの隣の墓地にそれらをお供えしてからホテルを去ったということでした。その後別の友人から聞いたのですが、山田さんたちが恐怖体験をしたそのホテルの1階の一番端っこの部屋は、実は絶対人を泊まらせない部屋だったそうです。つまり泊まれば必ずと言っていいほど怪奇現象が起きる部屋だったようでした。不運にも山田さんたちは飛行機の遅れなどでホテルへの到着が著しく遅れたためキャンセルになってしまい、本来泊まるはずの部屋ではなく、急遽そのいわくつきの部屋をあてがわれてしまったということのようでした。またそのホテルではやはり亡くなった方がいたという話です。でもそれよりこのお話を聞いて私はあることを思い出しました。それは2004年スマトラ沖でマグニチュード9以上の大地震が起き、それによって大津波が発生し、近隣諸国のたくさんの人が津波の被害に遭ったことを覚えていますか？そのうちタイのプーケットでも地元の人や観光客の多くがその津波の被害に遭い亡くなりました。プーケットのあの美しいリゾート地は一瞬にして津波に飲み込まれ壊滅的被害を受けたのです。山田さんたちが聞いたピチャンピチャンというびしょ濡れの足音は、ひょっとして津波で命を落とした人の霊だったのかもしれません。そしてホテルの隣に土葬されている人たちも多くはその津波の被害者だったのではないかと思いました。あくまで私の考察ですので事実は分かりませんが、ふとそんなことを思いました。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。